ハローワールドワールド、この発音が最悪ですよねワールド。漫画先輩、いやー、ついてこれてるか。最近もう英語がどんどん少なくなっている漫画先輩だけど、世界に届けようと思っている気持ちは変わってないぞ。フリーズワールド。よーし、今回もやっていこうさあ、じゃあ今回もみんなからエブリバディからいいクエスチョンが届いている。デリバリーミーね。何ですか？ What question? はい。 Today. Question. I was wondering what kind of drawing books do you recommend? It would be nice if you can make a vid about it. おすすめの教本について動画を作ってほしいということです。了解いたした。今本当漫画の教本 How to Books Many How to Books 嬉しいねいや我々の時代はですね So little books ちっちゃかったわけじゃない数がなかったんですよ。しかもあんま上手くねえでやんの。書き方の本なんだけどそんなになんか古いんですよ。絵柄がオールドタイプ絵柄なので全然使えねえよって思ってたんだけど、今は本当に絵柄って何ですか？スタイル？モダンスタイルピクチャーの How to Books が出てて嬉しいなっていう感じ。しかしでも漫画先輩も最近のもの本を全部確認してないので、みんなにこれがおすすめだよってなかなか言いにくいんだけど、でもまずどういう基準で本を選ぶのかっていうのがまずあると思うんだ。みんな人体のねキャラクターをみんな描きたいと思うじゃない。 How to キャラクターを描こうと思うじゃない。でそれなかなかみんな教えてくれないでしょ。さっと描くときのこれ This is 当たり、こういう当たりの取り方とかをねあまり教えてくれない。それなんで教えてくれないかっていうと、なぜ What teach me なんで教えてくれないのなんだねみたいななんで声が出てこないですかWhy teach me ですよ。それはなぜかというとね、作家さんみんなそれぞれこの素体の作り方みんなそれぞれバラバラなの。それ例えばこれにこういう当たりを取るとやりやすいよっていう人もいれば、ここに魚を描いていくといいとか、もうほんとそれこそ本によってこの当たりの描き方がみんな習得の仕方バラバラだからこそ、みんな自分のやり方が本当にこれでいいのか他の人にお伝えできないんだよね。僕はこれで良かったけど、その人が数ある当たりの取り方の中でどれがふさわしいのかなんて断言できないから、だから伝えにくいんですよ。僕はこのやり方だけどみたいな。でもあなたには別のやり方が合ってるかもしれないっていうのを断言して言えないから、みんな教えてくれなくなる。No teach you。というわけで、まず大事なのは、そのいろんな本の中からこの当たりの書き方、自分に合ってるやつどれなんだろうなっていうのを、それが書いてあるものを探る必要があるんじゃないかなと思っている。で、例えば一番メジャーブックスあるわけですよ。伝統的なトラディショナルブックス。例えば、This is 優しい人物が。これはルーミス先生の問題ね。ペラッと見ると、ルーミス先生はこういう当たりの取り方をしてるし、赤いレッド本。ここら辺もやっぱりみんな漫画家志望みんな書ける。こんな当たりの取り方をするといいよとか。自分の中でどれがいいんやねんと。これいきましょうか。人を書くって楽しいね。でーん。ね、こんな感じで書くと。で、これ、バリエーション、各ブックスでもう全部違うから、どれを信じていいんやっていうのが分からなくなる。で、これはだから僕は比率が書いてあって学べる本っていうのを重視して選んだ。じゃあ、マニーズ比率。ボディプロポーションですね。ボディプロポーションですね。が、ちゃんと分かりやすく書いてあるやつが、まずおすすめだと思う。じゃあ、漫画先輩実際どれでやったのっていうのを見せると、あまりチャックハムのこういう比率とか、ボディプロポーションを参考にしたりとか、あとはね、漫画先輩はね、ずっとこれ見てたな、このサイト。人を描くのって楽しいねっていうのは、これはね、ホームページのね、創世期からやってたんですよ。もう2000年の段階でやってたんじゃないかな。2000年から多分最近もまだ更新してるよね。ひたすら更新してるんですよね、この先生。しかも楽しいねっつって、お茶忘れちゃダメだよっていうのをずっと更新し続け、今なんかドラゴンの描き方とかになっているというで、それも僕そのホームページありがたいなと思って、もう全部印刷したらもうほんとこんな数になるんだよ。これに入りきらない量書いてあるので、ホームページの方もおすすめなんだけど、これで形をとって、書いていく方法を学んだりとか、あとはね、筋肉が書いてあるスーパー漫画です。漫画として必要な筋肉が分かりやすく書いてるのってそんなになかったので、ここら辺を参考にしたりとか、あとは劇漫っていうのがあって、この中の
男性の方はそうでもないんだけど、女性キャラを描いてみようの中のこの最初に頭身とかが書いてあったんだね。あんまりこの一覧としてこういう頭身になってるんだっていうのなくて、今メモが書いてあるよね。ここら辺見た。そう、これね、漫画先輩もめっちゃ迷って、人体の描き方って大きく分けて、書いてね、身長書いて半分に割って、ここら辺にこう骨盤来て、足があるんだけど、ここはちょうど半分ね、ハーフで、ここから上の分け方を、ね、3分割で書くっていうパターンと、3分割で書くとね、多分ここら辺に肩が来て、頭がここら辺に来るのか。ここから上を4分割で書く人もいるんだよね。だからこそ、どうなってんだと。4分割で書くと、多分こうなって、ここら辺が。全然覚えてないだからこそ自分がどっちで書くのが合ってるのかとか出てきちゃうし、で僕はだからそれで非常に迷った結果、もう全部組み合わせて3分割だとこうなって 4分割だとこうなるんだよなみたいなので当たりをつける方法を試していた。でもなんか今はもうなんとなくもうこれぐらいのバランスだろうなっていうので、さっとなんかもうこの比率が多分頭に入ってるからそれがパッと出るようになってる。頭にこの比率が入ってないうちはこうやって当たりの線を取ってやってた。それがその名残がここに書き込んである。これは4分割だとここで、3分割だとここだみたいな線が入ってるね。これ多分ずっと自分で確かめてたんだと思うんだ。さらに難しいなと思うのが、本物のヒューマンサイズじゃないんだよね。漫画のキャラクターってね。フミス先生も非常にいいんだけど、これやると本当にガチの人間になっちゃう。ガチヒューマン。キャラクターもうちょっと頭大きくかったりするから、ヘッドビッキングですよ。本当最近 ING をつければいいと思ってビッグヘッドになるから、そこら辺をうまく自分でバランスを見つけるのがまず大事だぞと。そんな感じだ。じゃあ漫画先輩から裏技的にみんなに教えておくと、この本がいいぞ。これは僕も教わったやつなんだけど、じゃーん、獣耳のかけ方。獣耳のかき方。なんで急に獣耳なのだと。獣耳わかりますか？獣の耳ですよ。つまり獣とはアニマルイヤー。ふさふさかわいい。この獣の耳を舐めるなよと本当の獣の耳をお見せしましょうみたいな感じで見せるとやっぱり耳かわいいよね。こういう書き方をお伝えしている本だ。でこれが何がいいって、これ大丈夫なのかなって思うのが、むしろ獣の耳のことよりも人体の描き方がすごく詳しく書いてある。しかもうまいベリーうまいグッジョブですよ。いろんなポーズを取った時の体のバランスとか、そういうことが詳しく書いてあるグッドブックなので、ありがとうサンキュー獣耳。みんな買うといいと思うよ。まとめると、まずは何個かの本を見て自分の中のバランスを見出すことが大事だ。そのためにブックスをセレクティングするといいと思う。この素体の書き方っていうのはもう本当にそれぞれ人それぞれなので、多分みんな聞いても教えてくれない。みんなそこに自信あるわけじゃない。僕はこれでよかったけど本当にこれでいいのかなと思いながら作ってる。なのでもうそれは自分の信じる道をこうストレート。ストレート。じゃあみんな自分のやり方見つけられるといいなと思ってる。じゃあまたね。画面右下にいいねボタンがプリーズプッシュ、画面下にレッドボタンがあるので、スマートフォンの場合はプリーズプッシュ。あとはペイトリオンも待ってるよ。より詳しい話がデリバリー。じゃあグッバイ。